こんにちは、みなすです。今回は神戸の隠れ家テックカフェを5つ紹介したいと思います。どのお店もここぞという隠れ家テックカフェで、近くを歩いていても見つけられないようなところなので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。また概要欄にお店の URL を貼っているので、いつでも今回の動画を思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利だと思います。ちなみにこの動画を作った理由は、少しでも皆さんが行くことによってお店の力になれればいいなと思ったからです。それでは早速紹介していきたいと思います。最初に紹介するのは三宮駅から徒歩3分のところにあるティールーム三宮駅店さんです。このお店は神戸で20年以上続く紅茶専門店で、厳選された紅茶と焼き菓子を味わうことができます。駅からも近く、立地はかなりいいんですけど、このお店は地下にあるので見つけるのはなかなか難しいと思います。店内は落ち着いた雰囲気で、今カメラの設定でちょっと明るめにしてるんですけど、実際は照明はもっと暗いです。席数は30席ぐらいあって、ソファー席やカウンター席もあるので、紅茶を飲みながらゆっくりとした時間を過ごすことができます。お店は地下室のため携帯の電波が届かないっていうところはあるんですけど、逆に本を落ち着いて読めたり会話に集中することができるんじゃないかと思います。メニューに関してはケーキのセットもあって、紅茶と食べたら美味しそうだなとも思ったんですけど、今回は純粋に紅茶を楽しみたかったので紅茶だけを頼みました。紅茶のメニューは大きく分けるとミルクティーかストレートティーに分かれています。このお店の特徴として、ミルクティーにはかなり多めのミルクを入れて飲むことをお勧めしているみたいです。というのも、ここのミルクティーは通常の倍の茶葉を使ってお茶を入れているらしくて、後で動画にも出てくると思うんですけど、本当に想像の倍以上入ってました。動画を撮っている時にうっかり茶こしを使うのを忘れてしまって、茶葉をそのまま入れてしまったので、皆さんは気をつけてください。あと店内では紅茶の茶葉を買うこともできて、このお店は日本紅茶協会にも認定された美味しい紅茶のお店なので、紅茶好きの方におすすめです。全体的に価格はちょっと高めだったんですけど、厳選した紅茶と落ち着いた時間を過ごせると思うので、皆さんもぜひ行ってみてください。続いて紹介するのは、元町駅から徒歩5分のところにあるカフェ&バーアンセムさんです。この辺りはポートタワーやモザイクが近いので、神戸観光をしたい方は合わせて行かれるといいと思います。このお店もかなりの隠れ家テックカフェで、雑居ビルの4階にあるんですけど、僕の記憶だとエレベーターがなかったので、ヒールを履いている方は注意してください。店内は清潔感のある白い壁とぬくもりを感じる木のインテリアが調和した空間になっていました。多分彼女さんなんか連れて行ったら結構喜ぶんじゃないかと思います。実際お店の中は女性のお客さんがほとんどで、僕は一人で行ったんですけど、男性一人だと少し浮くかもしれないです。余談ですが、僕はほとんどのお店は一人で行けるようになったんですが、今度行きたいなと思っているマカロン専門店のラドゥレさんはまだ一人で入るのは難しそうです。皆さんにお聞きしたいんですけど、男性一人って浮いてますか？よかったらコメントください。メニューに関してはキッシュセットやパスタセットのランチメニューもあったりして、食べログの口コミを見ても美味しいみたいです。カフェ&バーということもあって、コーヒーや紅茶だけでなくハートランドやワインなんかも置いてました。ちなみに今回僕はコーヒーを飲みすぎてしまったので、ブレンドナンバーワンのハーブティーを注文しました。650円と少し高いかなとも思ったんですが、砂糖の代わりに蜂蜜なんかもついていて、味も口の中で花の香りが広がるホッとするようなハーブティーだったので、個人的には満足でした。アンセムさんは隠れ家的なカフェでありながら、繁華街から近いので立地も良く、店内も静かすぎるというわけではなくて居心地のいいカフェだったと思います。皆さんもぜひ足を運んでみてください。ただ休日は結構混むようなので、早めに行かれるのがいいと思います。続いて紹介するのは、三宮駅から徒歩6分のところにあるカフェゾエさんです。このお店もアンセムさんと同様に雑居ビルの3階にある隠れ家テックカフェになります。ここもエレベーターがついていないので、履いているものによっては上まで上がるのは大変かもしれないです。
外から見るとお店の中が見えないので少し入りづらくはあるんですけど、実際入ってみると店内は清潔感のある白と青の壁紙がマッチしていて、窓も大きかったので店内は明るい雰囲気でした。席数は16席とそんなに多くはないんですけど、テーブル席とカウンター席があるので誰かと行く時でも一人で行く時でも利用できるかなと思います。今回僕は窓際のカウンター席に座ったんですが、日当たりが良く気持ちのいい席だったので、一人で行く方はカウンター席がおすすめです。ちなみに店内にある本は店員さんに言えば読むこともできるみたいなので、ぜひ読んでみてください。メニューに関しては自家製カレーや卵サンドなどフードも充実していていろいろあるんですけど、カフェゾエさんで一番おすすめなのがコーヒーゼリーです。よくいろんなカフェに行くとデザートのみの注文ができないっていうお店も多いと思うんですが、この店は単品でも注文することができるのがいいところだと思います。このコーヒーゼリーなんですけど、見た目が可愛いだけじゃなくてちゃんと味にもこだわりがあります。上に乗っているバニラアイスは塩アイスなんですけど、この塩アイスが絶妙な塩気でそんなに甘くないコーヒーゼリーとの相性が抜群でとても美味しかったです。このお店のコーヒーゼリーは一度食べたらやみつきになると思うので、皆さんにもぜひ食べてほしいと思います。続いて紹介するのは三宮駅から徒歩3分のところにあるグリーンハウスシルバさんです。今まで紹介した隠れ家的カフェは雑居ビルの中にあることが多かったんですけど、このお店は少し変わっていて入り口が木で覆われています。この建物は外から見るよりも案外広くて、実は3階建てになっています。1階は木漏れ日が差し込むテーブル席が多くて全体的に明るい席が多かったです。それに対して2階3階はどちらかというと照明は暗めでソファ席が多いのでデートの時におすすめです。今回僕は3階の窓際の席だったんですけど、ちょうどよく日光が差しながら緑も見れてリラックスしながら滞在することができました。一つ注意点があって、実は2階3階を外と区切っているものはビニールで、冬場はもしかしたら少し寒いかもしれないです。ただ一応ヒーターや足にかける毛布等は置いてありました。またメニューに関してなんですけど、このお店はかなりフードが充実していて、カフェをやりながらフードを出しているというよりはレストランにカフェがついているっていう感じでした。なのでランチで利用する際やディナーで利用する際にも便利かなと思います。今回僕は人気ナンバーワンのチョコレートケーキと紅茶を注文しました。パティスリーに劣らないぐらいチョコレートケーキが濃厚で美味しかったんですけど、実はこのケーキを作っている方はフランスのパリのパティスリーで修行していたそうです。全体的にケーキの値段は700円からと少し高くはありましたが、リラックスできるお店の雰囲気と味を考えるとおすすめできます。グリーンハウスシルバさんはまるで森の中にあるカフェのようで、都会にいながらリラックスできるカフェだと思うので、皆さんもぜひ行ってみてください。最後に紹介するのは元町駅から徒歩5分のところにあるカフェせつなさんです。今回紹介したカフェ&バーアンセムさんから徒歩2分でとても近いので、よかったら合わせて行ってみてください。このお店は雑居ビルの2階にあるんですけど、扉を開けるには少し勇気がいると思います。ですが扉を開けてみると店内は白を基調とした清潔感のある明るい空間になっていました。席数は8席なので今回紹介したカフェの中でも一番小さいと思います。またこのカフェは読書をしながらコーヒーを飲むっていうのがコンセプトのお店なので、一人で落ち着いた時間を過ごしたいっていう時におすすめです。店内には何冊か本が置いてあるんですけど、自由に読むことができます。またタイミングによってはお店の方に聞いて本を買うこともできるそうです。というのも本を増やしたいタイミングがあるそうで、本がある程度増えたら売っていただけるとのことでした。メニューは裏表のメニュー表が1枚とかなりシンプルでトーストが安いなと思いました。今回僕はクリームソーダを頼んだんですけど、久しぶりに童心に帰ったような気持ちで甘さに驚きながらも美味しくいただきました。日々これ口実っていう映画にもなったお茶を通しての人生観みたいな本を読んだんですけど、心に響くものがあったので皆さん
最近読書にハマっていて面白い本を探しているので、よかったらおすすめの本を教えてくれると嬉しいです。ぜひ皆さんもカフェせつなさんで本を片手にゆっくりとした休日を過ごしてみてください。これで今回の紹介動画は終わりになります。行きたいなぁと思えるカフェが一つでも見つかれば嬉しいです。個人的に今回の動画で一番おすすめなのはティールームさんなので、皆さんもぜひ足を運んでみてください。これからもどんどんとカフェを紹介していくので、いいねや動画に関してのコメントをして応援してくれると嬉しいです。それでは皆さん、いい旅を。また次の動画で会えることを楽しみにしています。